ちゃダメ。怪しい。ほら探して探して。中馬力ってどんなもんなんですか、ゆきさん。そんな野暮なこと聞くんじゃねえよって。行ってきまーす。びっくりした。お前ら夜道に気をつけろ。どうも夜道ゆきです。本日紹介する車両はこちら、ロイヤルエンフィールドのメテオ350になります。ロイヤルエンフィールドって初めて聞きました。我々バイクオタクから言うと有名なブランドさんなんですけれども、街中でねすっごいたくさん見かけるとか一般的にもう知られてるとかそういうわけではないので、確かにバイク知らない人からすると初めて見たよって方はいらっしゃるかもしれないんですけれども、でも私みたいなバイクオタクだったらロイヤルエンフィールドを乗ってる人がいたら「お、通だな、この人分かってるね」みたいな感じで思っちゃう、そんなブランドがロイヤルエンフィールドとなります。なんかツーだなっていうのはどういうところがそう感じさせるの？やっぱりこうデザインを見てめちゃくちゃかっこいいし、逆に言えばそうやってこう一般的にはロイヤルエンフィールドってこう知られてないっていうのもまたこうオタクにとっては嬉しいポイントでして。わかる、有名すぎてないところってとこね。そうなんかデザインで言うと、他社さんがクラシック風にバイクを作っている中、ロイヤルエンフィールドはクラシック風に作ってるんじゃなくって、クラシックをそのまま現代化したようなそんなデザインがポイントになっています。だからタンクの形状とかリアのフェンダーだとか、あとはメーター周りだとか、こう伝統的な意匠をめちゃくちゃ残してるんですよ。なので古いんじゃなくって古さを美しく現代に残している、そんなイメージなんですよ。ちなみにロイヤルエンフィールドの歴史を説明すると、世界最古のバイクブランドっていう風に言われています。これもねトライアンフさんの動画を出した時に、諸説ありとは言ったんですけれども、トライアンフさんは1回倒産しているので、倒産せずに、そのまま残り続けているバイクメーカーとしては世界最古っていうことでね、このバイクメーカー世界最高論争っていうのはね結構ね諸説があっていろんなこと言われてるんですけれども、こう長く続いてるっていう面ではこのロイヤルエンフィールドが世界最古っていうことになっています。っていうのもこれイギリスがもともと本社のバイクメーカーだったんですけれども、そのイギリスの本社が消えた時にインドの拠点でこのロイヤルエンフィールドの魂が、そのまま受け継がれている。で今となってはこのインドが世界へ、送り出すグローバルブランドとして進化し続けているっていうことになります。このクラシックなデザインと安定した走りっていうところで現地のインドの職人たちとあとはイギリスの開発チームの連携から、こういうかっこいいバイクが生まれているっていうわけなんですよ。なので決してインド製だからといって安かろうみたいなことではないんですけれども、そこのあなたびっくりした。インド製安かろうとか思ってるんじゃないの？ちょっとすいません、そこだけ思っちゃった。すいません。正直でよろしい。っていうのもね、私も乗っているバイクにインド製のバイクとかあります。でもねそんなこう偏見、今の時代は古いもうインド人の職人さんたち本当にすごいんですよ。っていうのも、中にちょっとね面白いバイクがあるのでちょっと皆さんにお見せしたいと思います。じゃあ店内にね入っていきます。お邪魔します。もうめちゃくちゃかっこいいバイクがたくさん並んでますけれども、ひときわ輝いているこのバイク激渋でめっちゃかっこよくない？いや、めちゃめちゃかっこいいよ。かっこいいですよね。さあじゃあマネージャーさん、このバイクの私の思う面白ポイント一体どこだと思いますか？今日振るね。そうだな、ちょっと探してみよう。こだわりポイントがあるんですよ。そこそんなに見ないで。そこそんなに見ないで。ここですか？ダメ、見ちゃダメ。怪しい。見ちゃダメ。怪しい。ほら探して探して。わかんなかったでしょう。わかんなかったでしょう。ここかな。だって今わかんなかったでしょう。全然わかんない。そうなんです。これわかんないと思うんですけれども、ここのライン、金色のゴールドのライン入ってるじゃないですか。これインドの職人さんたちが一本一本筆で手作業で入れてるんです。ごめん、今びっくりしすぎて画角ずれちゃった。ビビるよね。普通にビビるよね。これさーってこう引いてるんだって、工場で。そうで、
手で弾ける人が少なくって、今やこの筆職人4人くらいしかいないんだって。すごくない？ちょっとよく見ると一見本当に普通に綺麗な線に見えるんだけど、少しね味があったりする部分があって、こういう部分とかね。アップで見てみようかな。わかるかな？伝わる？でも確かにこういう曲線のところをしっかり見るとちょっと個性があるようなっていうぐらいの。だってフリーハンドでやってるから。そうだよね。そうこれすごいですよね。でもこっちもそうなんです。色は違うけど、そうこっちもフリーハンドで描いてらっしゃるので少々味があります。この辺りとかそうだね。ちょっとカメラ映りづらいけど、なんか色のちょっと重なり具合とか。そうこれがね味なんですよ。だからこうインド製って聞いてなんとなくこうさ、大量生産でバンバン排出してみたいなイメージを持っちゃう方もいらっしゃるかもしれないけど、もはや国産のブランドのバイクたちよりも手間暇かけて一人一人手作業で作ってる、なんかそんな言っちゃえばだからこうクラフトバイクみたいなイメージですかね。あったかみがあるね。あったかみがあるし、やっぱりこう職人がこだわり持って作ってるっていうところになんかこうグッとくる、バイク乗りとしてはこう推しポイントっていうかね、そんな感じです。ということでこのメテオも、このものに対してすごいお安く乗れるのは、事実なんだけれども、でもこの値段とそしてインド製っていうことで甘く見ちゃダメよって。今のバイクはもうめちゃくちゃすごいんだよ。職人がもう手作業で作ってたりとか、そういったこだわり派のバイクメーカー、それがロイヤルエンフィールドということで、そんな偏見を持っていたそこのあなた、謝ってください。ごめんなさい。だってもうさ、すごいでしょこのバイク。こうやってさ、ちょっとまたがったらさ、ほら今イギリスの風がこう吹いてるでしょ。これイギリスの風なんだ。これイギリスの風。おい、誰だ千葉って言ったの。おい、誰だ千葉って言ったの。なんか始まっちゃったんでちょっと失礼します。はい、じゃあ基本取り直してゆきさん、デザイン説明してください。どっからどう見てもかっこいいでしょ。レトロなデザインだけど、どこかモダンでネオクラシックのデザインのもうど真ん中にあるような、そんなデザインで細部見ていってもどこをどう見てもかっこいいんですけれども、細かく見ていきましょうか。お願いします。はい、まずこの目に入るのはこの涙型のタンク。やっぱりタンクってさ、走ってて一番ライダーが目につくポイントだし、色がめちゃくちゃ綺麗じゃない？あとはこの立体エンブレム、これもさ高級感すごくない？ね？はい、すいません。ちょっと聞いてんの話。静かにしといた方がいいのかなと思って。やっぱここってなんかこうデカールって言って、シールみたいなのをつけていたり、プリントされているやつとか、そういうのが多かったと思うんだけど、こんな風に立体のこうプレートがついているっていうのが、これすごいなんか高級感出てていいですよね。いや、わかる。私乗るならこういうのの方がいいなって思う。いいですよね。お色は珍しいお色なの？そうですね。なんかこのロイヤルエンフィールドさんってカラー展開も豊富っていうところが結構売りなので、それも後で紹介していきますね。はい、お願いします。続いてヘッドライトをご紹介していきます。どんな風に光るか見てみたいよね。めっちゃ見てみたい。じゃあちょっとつけていきますよ。せーの、ポチッ。このね丸型のヘッドライトで一見すごくなんかレトロな感じのデザインに見えて、ここのさライトがリング状に光るんだよね。これがねこう本当にネオクラシック、レトロとモダンのちょうどいいバランスで、真ん中にはロイヤルエンフィールドのエンブレム R のマークも入っていて、ここも小さいながらにこだわりを感じます。続いてメーターを紹介していきます。メーターはこんな感じのデザイン。アナログとデジタルのもうハイブリッドでめちゃくちゃかっこいい。なんかこれロイヤルエンフィールドにしかない絶妙なバランス、そしてデザイン、これがたまらなくかっこいいですね。ということでオン。メーターはこう針になっていて、これがまたレトロさを出しているんですけれども、大事な情報はこの真ん中のデジタルにまとまっていて、時間だったりオドメーターだったりだとか燃料残量だとかはこうデジタル表示っていう風になっています。これは、現行のバイクじゃなくってちょっと古い世代のものになるんですけれども、ちょっと現行バイクのところにも移動していきましょう。
じゃあメテオ350にも現行のものにはこんな風に横にトリッパーナビゲーションっていうものがついていて、これがめちゃくちゃ便利なのでご紹介します。ということでこんな風にレトロなデザインなトリッパーナビゲーションなんですけれども、めちゃくちゃ中身はハイテク。 Google と連動していて、ロイヤルエンフィールドのアプリをダウンロードして連携させると、今普段はこんな風に時計表示になっているんだけど、これがナビで曲がるタイミングを矢印で表示してくれるっていう、そういう表示が出るから、これめちゃくちゃありがたいよね。続いてシートを見ていきましょう。かなり厚みがあって座り心地がめちゃくちゃ良さそう。デザインはシンプルなんだけど、この段付きの形状になっていてタンデム走行も安心だよね。インドの方ってめちゃくちゃタンデム走行するから、こういう背もたれがあるとインドの方も安心な感じがするよね。そうで、こういう風にグリップもついてるし、後ろ乗る人はここに手掴んで固定することができるんだけど、でも私がおすすめしているのはそう、これをおすすめしてます。でね、後ろも見てください。こんな風にロイヤルエンフィールドのこのまたね、立体的なこのロゴがついてるんです。めちゃめちゃかっこいい。かっこいいっすよね。どっからどう見てもね、主張できるじゃんね。そうで、しかもこの厚みもね、全部一緒の厚みじゃなくって、少し差が生まれるような、立体感の出るような厚み。分かってもらえるかな。分かってもらえるかな。みんなには分かんないか。やめる。みんなに分かるわけないか、この良さが。分かるからやめろ。みんな、イギリスの風がでさ、このテール周りもさ、このリアフェンダーのこの曲線分かります？レトロでめっちゃかっこよくない？このテールランプ、この丸型でこれもめちゃくちゃかっこいいんですけど、ロイヤルエンフィールドっていう風に印字されてて、こちらもまたすごくかっこいいデザインとなっていて、このお尻周りがすごいイケてるデザインで、イギリスの風もいい感じです。ちなみにね、メテオってめちゃくちゃカラー展開豊富なんですよ。さっき言ってたね。そう、これ見て、いただいたカタログなんだけど、123456789色もあるの。なんか今まで見たバイクって2色とか3色とかだった気がする。いや、このカラー展開はマジでロイヤルエンフィールドすごっていう感じの、そんな印象を受けますね。今日借りたのはファイヤーボールブルー。あれ、スーパーノバと言ってなかったっけ？スーパーノバだった。スーパーノバブルーです。で、このスーパーノバブルーっていうのは廃盤カラーって言ったらいいんですか？今となってはレアなカラーを紹介させていただけるっていうことですよね。ちなみにこのメテオ350、グレードとかカラーによってちょっとだけ値段は変わってくるんだけど、お値段は約70万円からっていうことになってます。ちょっとね、高くなったりするんですけれども、だいたい70万円台と考えていただければいいんじゃないかなと思います。この見た目とか高級感とか存在感で70万円台ってめちゃくちゃ破格。ちょっと信じられないぐらいお安いっていう感じで、最近のバイクって何を買ってもね、高くつくのでね、このくらいの金額でこのバイクに乗れるっていうのはめちゃくちゃありがたポイント。次にエンジンをチェックしていきます。エンジンは 349cc の空冷単気筒、最高出力は20馬力となっております。20馬力20馬力20馬力ってどんなもんなんですか、ゆきさん。そんな野暮なこと聞くんじゃねえよって教えて。全く欲しがりなんだからスペックだけ見ると20馬力ってちょっと遅くないって思う人もいるかもしれないんだけど、このバイクって速さじゃないんですよ。大事なのはこのトコトコリラックスして走る。で、このバイクの鼓動を楽しむ、そういった大人の余裕のような楽しみ方っていうのがこのメテオ350なので、寝坊した、やばい、早く行かなきゃ、ブーンみたいな、そういうガキはお断りなんで。次に燃費をチェックしていきます。メテオ350の燃料タンクは、約15リッター入ります。日本国内のオーナーさんのレビューを調べてみたところ、街乗りでだいたいリッター30から35キロ前後くらいかなっていうような、報告として上がっています。でもこれ実はめちゃくちゃ優秀な数値。そうなの？これはめっちゃ優秀。めちゃくちゃ走る。リッター30から35はもうさすがだなっていう感じ。じゃあお待ちかねのエンジンサウンドをチェックしていきましょう。このね、エンジン始動の方法もちょっと癖があって面白いんだよね。まずは普通にキーを回していただいて、この赤いの
キルスイッチのように見えるんだけれども一体となっていて、このつまみをこれで始動できるわけです。ということでエンジンサウンドを聞いていきます。続いてシート高をチェックしていきます。起こしてみます。よいしょ。はい、こんな感じ。身長155センチの夜道でも足つま先べったりつくぐらいシート高がいい感じです。なんかまたがっちゃうとすごいごつく見えるんだけど、そんなに扱いやすいんですかそれ？いいこと言いますね。そう、この見た目がね結構ごついんですけれども意外とフレンドリー。そんな各有夜道行きも、見た目はちょっととっつきづらい、接しづらい高嶺の花のような、そんな印象なんですけれども、話してみると優しくって面白くってフレンドリーで、優しくて車両重量 191kg っていう数字にビビらずに、まずは1回実車に乗ってみてまたがってみて引き起こしてみて、どんなもんなのかっていうのをねチェックしていただいた方がいいかもしれません。じゃあね、ちょっとマイク取ったんでね、その新鮮なこの道路の音をみんなにも聞いてもらえると思うんですけど。この生ボイスってことですね。そう、今生ボイス行ってきまーすはい、ということで走り出していきました。やっぱりね、私短気筒のバイクって本当に好きなの。この音と振動、トコトコ感、これがもうたまらなく好き。私のこのでっかいお尻にこのメテオ350の心地よいこの振動、鼓動感が伝わってきて超今気持ちいいです。こういうバイク、私基本的にこうスポーツ系のバイクが多いじゃないですか。なのでステップの位置も結構バックステップだったりとかしてて、この前目にあるステップって結構慣れなかったりするんですけど、確かに最初乗り始めの時このステップの位置がやけに前にあるのが正直慣れなくって、足をね思ったより後ろに置いちゃったりとかするくらいポジションのバイクはあんまり乗らないんですけど、もう一度ねもう3分乗れば全然慣れましたね。びっくりした。今日ね本当に天気予報にもう強風みたいな、強風注意って出るレベルに風が強くってですね、最初の冒頭の皆さん動画見ていただいたら私の髪の毛の荒ぶり表で今もう分かったと思うんですけど、すごい風が強いのね。バイクが煽られて今フラッと来てすっごい心臓バクンってなったんだけど、でもこのバイクの重心が低めにあってシート高も低く作られてるおかげでなんとか耐えれました。やばかった。今立ちこけするかと思った。私バイクのお仕事始めてねもうね、7年くらい経つわけですけど、撮影中の事故や立ちこけなども起こしたことがなく、安心安全にね本当に気をつけて乗ってるんで、自分のバイクでももちろん気をつけますけど、やっぱお借りしてるバイクなのでそこはもうプロ意識を持ってなるべく立ちこけとかはしないように気をつけてるので、これまでね無傷でやってきたわけです。これくらいのねスペックあればもう十分ですよ。でね、このバイクねショップの方が言うに本当にね全然ねエンストしないんだって。低速のトルクが結構太めで安定して走れる感じ、そんな感じで、確かに速くはないんだよ。速くないけどすごく気持ちいい。この見た目コーナリングって苦手そうじゃないって感じがするんだけど、なんかね想像以上にねひらひら曲がってくれる感じがします。だからスポーツバイクほどひらひら曲がりますとかそういうわけではないよ。決してスポーツバイク並みにとかっていうわけではないんだけど、この見た目からすれば意外とこんなにひらひらと遊ばせてくれるのねっていう、そういうなんかギャップがありますよね。でもなんか全然2速で十分な気がするけどな。今みたいに結構渋滞している道とかだったら全然 2,3 速とかで平気っすね。っていうのもなんかこのバイク、実は5速なんですよね。マックス5速になっているので、それこそ幻の6速に皆さん入れちゃわないように気をつけてください。いやでもこういう田舎道を本当にゆっくりとことこ走るのがすごい気持ちいいわ。速く走る気持ちいいんじゃなくて、自分のペースでマイペースに走る気持ちよさっていうのがすごい演出してくれるなっていう感じ。
もちろん回せばそれなりに出るとは思うんだけど、必要ない。このバイクにはこの乗車姿勢のリラックス感も相まって、今本当になんかこうのんびりワークってくらいリラックスしてます。はい、というわけで今回はロイヤルエンフィールドのメテオ350を紹介していきました。クラシックな革をかぶった癒し系バイクということで、なんていうか、このバイクもし私が納車するんだったら、カフェとかよりもなんか純喫茶とかなんかそういうところに入りたくなるようなね、なんかそんな感じでね、ちょっとこう渋みのあるでも乗りやすい、そんな感じのバイク、癒し系バイクでした。ありがとうございました。ということで本日車両をお貸しいただいたのは千葉県にありますバイクショップビート様です。本当にありがとうございます。もう店内めちゃくちゃかっこいい空間が広がっていて、バイクの種類も豊富ですし、何よりも店員さん、スタッフさんがめちゃくちゃ優しいんだよね。さっきね、撮影前にお茶いただいちゃったのよ。うまい。お優しいショップの皆さんがいらっしゃるバイクショップビート様、ぜひ気になったらこのメテオもね、試乗されに来てみてはいかがでしょうか。ということで、お前ら早く寝ろよ。夜道ゆきでした。またねー。